ットコインがついに史上最高値を更新しました。でも、今回の上昇はただの記録更新ではありません。その背景には、ETF への資金流入やトランプ政権下での規制緩和といった今後の相場に大きく影響する要素が絡んでいます。そしてイーサリアムも 6% 以上の急騰、さらにリップルでは新しいステーブルコイン RLUSD が発行からわずか8ヶ月で時価総額5億ドルを突破し、注目が集まっています。おはようございます。桜井です。この動画では投資家として押さえておきたい重要ニュースを4つに絞って分かりやすく解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。ではまずはビットコインの歴史的な動きについて見ていきましょう。はい。2025年7月10日、ビットコインはついに過去最高値となる11万1999ドルを記録しました。これは前日の終値から約 3.3% の上昇となっていて、24時間の間に急激な値動きを見せた形です。時価総額はおよそ 2.02 兆ドルに到達しています。この急騰の背景にはいくつかの要因があります。一つは米ドルの弱含みです。年初からドル指数は 10% 以上下落していて、ドルの価値が相対的に下がることで、リスク資産であるビットコインに資金が流れやすくなっています。もう一つは、ビットコインの現物 ETF への資金流入です。2025年7月8日には、ETF に1日で8000万ドルの純流入がありました。これによって機関投資家を中心にビットコインへの関心がさらに高まっています。また、トランプ大統領が提案した大規模な利下げ政策も今回の相場にとって追い風となりました。金利が下がれば株式や仮想通貨といったリスク資産が買われやすくなります。こうしたマクロ経済の環境変化と ETF を通じた実需の流入が重なり、ビットコインはこれまでにない勢いで上昇しているというわけです。では続いてはイーサリアムの動きを見ていきましょう。ビットコインと同様にイーサリアムもこの24時間で大きく値を上げました。2025年7月10日時点でイーサリアムは2772ドルまで上昇し、前日から約 6% の上昇となりました。24時間の取引高も200億ドルを超えており、1週間で約 8%、月間でも 3% 以上の上昇を見せています。特に注目すべきは、現物イーサリアム ETF への資金流入です。前日には2200万ドルの純流入が確認されていて、フィデリティやグレースケールの ETF がその多くを占めています。ETF への資金流入は、機関投資家がイーサリアムを中長期的な投資先として見始めていることを意味しています。ビットコインだけではなく、イーサリアムにも安定した資金が入ってくることで、価格の土台がより強固になっている印象です。また、DeFi や NFT といったユースケースの拡大も追い風になっています。イーサリアムのネットワークは単なる価値の保存だけではなく、スマートコントラクトを使った実用的な活用が進んでいます。この点はビットコインとは異なる強みでもあります。テクニカル面でも注目が集まっていて、2750ドルのレジスタンスラインを明確に突破できるかどうか、これがポイントとなっています。このラインを上抜ければ、次は2880ドル、さらには3000ドル突破も視野に入るという見方が強まっています。ファンダメンタルズとテクニカルの両面で強気材料が揃っている今、イーサリアムの動きはビットコインと並んで注目度が高い状況です。次はリップルとそのエコシステムに関する注目ニュースを見ていきます。価格だけではなく、ステーブルコインの発行や銀行ライセンスの動きなど、ファンダメンタルズ面でも重要な話題が続いています。まず価格ですけれども、リップル XRP は2025年7月10日時点で 2.44 ドルまで上昇し、前日比でプラス 4.68% の値上がりとなりました。24時間の取引高は54億ドル超に達していて、1週間の上昇率は約 5.5% です。そして今、リップルを取り巻く最大の話題が、ステーブルコイン RLUSD です。この RLUSD は発行開始からわずか8ヶ月で時価総額5億ドルを突破しました。加えて世界最大級の信託銀行 BNY メロンがカストディアンに就任したことで信頼性と安定性の面でも大きな前進となっています。このように XRP は単なる暗号資産としての取引だけではなく実用性のある金融エコシステムの中心通貨として成長を続けています。
特にステーブルコイン市場での存在感が高まることは、リップル社のビジネスモデルの拡張に直結していて、XRP の価値にも間接的に影響を与えると考えられます。また、アメリカの銀行ライセンスの申請や ETF 関連の動きも報じられていて、今後の法規制との向き合い方によっては、XRP 市場全体に大きな変化がある可能性もあります。こうした法的な整備が進めば、機関投資家の参入がさらに加速するかもしれません。今後の注目ポイントとしては、2.36 ドルのレジスタンスラインを突破できるかどうかです。ここを明確に上抜ければ、2.6 から 2.65 ドル、さらには4から6ドルという中長期の価格目標も現実味を帯びてきます。それでは次に、同時コインとミームコイン市場の動き、そしてイーロン・マスクさんに関する最新の憶測について見ていきましょう。はい。では続いては、ミームコインの代表格、同時コインの最新動向についてです。ビットコインやイーサリアムのような大型銘柄と比べて、ボラティリティが大きい同時コインですが、今回も強い値動きを見せました。2025年7月10日時点で、同時コインは 0.1808 ドルまで上昇し、前日からの上昇率は約 5.8% となっています。7月9日の終値は 0.171 ドルでしたので、1日でしっかりとした上昇幅を記録しています。24時間の取引高は15億から20億ドル規模に達していて、通常時の約2倍のボリュームとなっています。一時は 0.186 ドル付近まで急騰しましたが、そこには強いレジスタンスラインがあるとされていて、現在はその直前での攻防が続いています。チャートパターンを見てみたときに、ボーリングウェッジやアセンディングチャンネルといった複数の強気サインが観測されています。テクニカル的にも同時コインが反発しやすい地合いにあることが示唆されています。さらに注目なのが、大口投資家、いわゆるクジラの買い集めです。特に1000万から1億同時を保有するアドレスによる動きが強まっていて、これは長期保有を前提とした買いが進んでいる可能性を示しています。加えて、同時コインに注目が集まっているもう一つの要因が、イーロン・マスクさんに関する話題です。彼が立ち上げた政治団体アメリカパーティーが X 上で同時コインによる決済の導入を示唆しているという憶測が広がり、さらなる価格上昇への期待感を生んでいます。短期的には 0.186 ドルのレジスタンス突破が鍵になります。これを明確に超えることができれば 0.19 から 0.21 ドルへの上昇余地があるとされていて、今後のチャートの動きに注目が集まっています。一方でサポートラインは 0.18 から 0.181 ドル付近にあり、ここを割り込んだ場合は一時的な調整が入る可能性もあります。それでは最後にトランプ政権下で進む規制緩和の流れとグローバルな政策動向について見ていきましょう。はい。ではトランプ政権下で仮想通貨に対する規制の見直しと緩和が急速に進んでいると報じられています。具体的には主要な訴訟の取り下げや新しい規制の枠組みの検討が進行していて、特にステーブルコインや DeFi 分野における議論が活発化されています。これにより、これまで法的な不透明さがネックになっていた分野に明確なルールと参入のハードル緩和が期待されています。実際に ETF 承認の流れもこうした規制緩和と密接に関係していて、機関投資家の参入が加速する要因の一つとされています。一方で、欧州でも仮想通貨に関する動きが進んでいます。EU では未可規制が導入され、加盟国間でのルール統一が進められています。これにより企業は複数の国で同時にビジネス展開しやすくなり、グローバルな成長環境が整いつつあります。さらに国際的な動きとしては、各国がバラバラだった規制を統一するための国際的な協調も進行しています。例えば規制サンドボックスの導入や共通ルールの設計といった取り組みが広がっていて、仮想通貨業界の成熟に向けた基盤整備が進んでいる段階です。このように仮想通貨市場は価格面だけではなく、制度的な信頼性という側面でも大きく前進しつつあります。政策の変化は価格の動きと同じくらい重要な要素ですので、今後も継続的にチェックしていきたいポイントと言えるんじゃないかと思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日はビットコインの市場最高値の更新から、イーサリアム、リップル、同時コインの上昇、そして規制緩和の動きまで、今の仮想通貨市場で注目すべき話題を一気にお届けしました。今回の上昇は、単なる短期的な値動きではなく、ETF への資金流入や政策面での支援といった、より根本的な力が働いていることが見えてきました。その分、相場に影響を与える要素も多く、今後も一つ一つのニュースを丁寧に見ていくことが大切じゃないかなと思います。では、ここで皆さんに質問があります。今、一番注目している銘柄はどれですか？ビットコインでしょうか？イーサリアムでしょうか？それともリップルや同時コインでしょうか？ぜひコメント欄で意見を聞かせていただければと思います。
はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレイド X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。なので投資成績も上がるんではないかと思います。僕の方もすでに始めています。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットに送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。